先のレースは見事だった。誰もがお前を最強の一角と認めただろう。胸を張ってはどうだ。いえ、まだ。私はこの地に宿る最強を示したい。気負いすぎるところはスクール時代から変わらんな。それでこそドゥラメンテなんだろうが、この後もトレーニングに行くのだろう。久々に並走でもするか。ですが、お忙しいのでは。大事な妹弟子に時間を割けないほどではないさ。早速着替えに行こう。少しでも長く走りたいだろ。母のようにはいかないかもしれんが、私もお前に示したい背中がある。遠慮せず頼ってくれ、ドゥラ。グルネ、先生のようにはいかないなど決して。あなたの背中はいつだって大きい。昔と変わらず。あ、先輩いた。聞いてくださいよ。私ってばまたスタートで出遅れちゃって、ミスしなければ勝ってたのに。うちも最後の伸びがちょっと足りなくて。花差ですよ、花差。もう悔しくって。分かった分かった。お前たちの走りも見に行こう。次につながるようそれぞれ対策を立てるぞ。はあ、今日もいっぱい囲まれてる。すごいな。はい、あんな風に後輩への指導に力を入れられている姿は私にとってお手本とも言えるんです。名選手が必ずしも名指導者になれるわけではありません。でも名選手だからこそ生む憧れは指導時にもプラスにつながるはずです。エアグルーヴさんはオークスで母子2大制覇を達成されました。母から子へ走りを受け継ぎつなげていく姿勢に説得力があります。そして学内でも一人一人に寄り添う形で指導に当たられるから、ああして常に囲まれていらっしゃるんです。はい、真剣に、誰に対しても誠実に。そうして誰かに走りをつないで世代を超えて次へ次へ。たとえ一人の夢は小さくともその夢がより集まれば大きな夢となります。それはとっても素敵なことで。そのような偉大な夢を私はこの身をかけて体現したいのです。私の育てた子がレースを彩り、彼女の後継者がさらなる定石を刻む。山影の小川が大河となり大海へと注ぐように、つなげ広げ水平線の彼方まで、この思いを届けたい。いずれ来たる未来の糧となりたい。この身が大人となり枯れ枝のように老いた後でさえも、それが未来の馬娘の礎となること。この生涯をかけて私が成し遂げたいことなのです。はい、すごい夢と自覚しています。おっしゃる通りです。
ですからトレーナーは慎重に選びたいのです。私がレースで器を示せるような指導をしてくださるだけでなく、私の夢に寄り添ってくださるようなお方を、言うなれば生涯を通してのパートナーとも言えるような存在、そう思わせてくださるお方をトレーナーにしたく存じます。ドゥラ、お前の成長は目覚ましいな。貴様はシーザリオと一緒にいたトレーナーか。息せき切って何の用だ。シーザリオの先達？私が？何やら事情があるようだな。分かった。ひとまず話を聞こう。